2月中旬、1泊2日の伊豆旅行のスタートです。河津町では河津桜が満開の時期、桜ピンクで視界がいっぱいです。夜桜は昼間と変わって幻想的な雰囲気。伊豆の自然や美味しいご飯も堪能した充実の1泊2日でした。それではスタートです。河津町までは特急踊り子に乗って向かいます。やはり桜の季節ということもあってか、予約かなりいっぱいで指定席は早めに取りました。旅行のお供はおにぎりセットです。電車旅にはおむすびが合います。席は窓際の A 席を取りました。ここは途中からずっと海沿いを走るので景色が最高でした。かなり海近いところを走れますよね。途中から携帯見ないでずっと海見て過ごしてました。ちなみに天気は1日目は曇りで2日目は快晴でした。なのでちょっと曇ってますね。伊豆近くになると途中からチラチラと桜のピンク色が目に入るようになりました。うわーすごい。2時間ほどで河津駅に到着いたしました。駅前の桜の木もすでに満開です。時刻はお昼時です。ランチは狙っていたわさび丼のお店に向かいます。駅前からバスに乗って向かうんですけれども、案内の方が非常に丁寧に案内してくださいました。桜見るなら帰りはここと丸をつけてもらいました。30分ほどバスに揺られます。山の方に向かっていきますね。行きも帰りもバスの本数はそこまで多くないので、バスの時刻表は事前に確認した方が良さそうです。そしてお昼はこちら、だるま茶屋さんです。私の前は3組ほど待っていました。ここは何と言っても有名なのはわさび丼です。ドラマ孤独のグルメで食べていたわさび丼のロケ地もこの辺りです。もうドラマ見てからずっと伊豆に来たらわさび丼を食べると心に決めていました。こちらがわさび丼です。もう名前の通り、ご飯おかか、海苔の丼に自分ですったわさびを乗っけていただくものです。豊かで美しい水源で育ったわさびを贅沢に食べられる丼です。孤独のグルメでするときは丸く丸くと言っていたので、私も丸くを意識しております。すりたての生わさびは辛くないと思っていたんですけど、これすごい辛かったですね。食べる、辛くてフリーズする、辛さが沈静化して再度食べたくなるの無限ループを繰り返してます。具材は非常にシンプルなんですけれども、素材が美味しいので白米が進みます。店員さんもすごいカラッと明るくて活気がいいお店でした。もうこれは癖になる。美味しかったです。ごちそうさまでした。さて、この辺りは河津七ダルという場所です。地名の通り、滝が有名な場所です。バスの時間まで50分ほどあるので、せっかくなので滝を見て回りたいと思います。ここは出会い滝という場所だそうです。ザーッという滝の音が辺りに響いています。この日は2月中旬なんですけれども、気温は寒くなくて観光しやすい一日でした。見てください。この流れ込む水の青の美しさ。サイドとかは一切上げてなくて自然の美しさです。私は時間の関係で2つの滝のみを回ったんですけれども、7つすべてを歩いて回るコースもあるみたいです。基本遊歩道は整備されているので歩きやすかったです。わさび丼をいただいて自然を浴びる河津七だるいいところでした。この後はバスに乗って河津駅方面に戻りました。案内所のお姉さんのおすすめに従い、上峰というバス停で降りました。ここからずーっと桜並木を歩くことができます。駅まで1時間半ほどかかるけど大丈夫と聞かれて大丈夫ですと元気に答えました。翌日の方が快晴だったので、本日の昼の桜の映像はここまでにしたいと思います。また夜桜見学で夜戻ります。さて、一度ホテルにチェックインして休憩したいと思います。ホテルまで海沿いを歩いて行きます。ここもまた絶景ですね。すごい秘密の小道を歩いてるみたいなホテルへの道筋です。私が入り口に迷って浜辺からホテルにログインいたしました。
今回宿泊するのは伊豆今井浜東急ホテルです。オーシャンビューのリゾートホテルです。明るくて雰囲気がすごく良いホテルでした。夏場は海に直接出られるみたいですね。そしてお部屋はこちらです。明るい、そして美しい、綺麗、最高。こんな素晴らしい部屋に一人で泊まるんだとルンルンな気持ちになってます。こちらがテラスからの眺めです。この眺めが今日は私のもの、独り占めです。テラスでコーヒーをいただきます。カップの揺らし方が下手すぎます。のんびりとゆったりとただ静かに過ごす贅沢な時間です。ホテルの口コミにリピートしてますというのが多かったのもすでに理解できてしまってます。この眺めの良いソファーで友達と連絡取ってたらいつの間にかに寝てました。時刻は17時30分、夕暮れ時です。この後は夕食を食べてから夜桜見学に出かけたいと思います。夕食は焼肉トミさんです。Google の口コミを見て電話してから伺いました。ここ本当に美味しかったです。まず上タンを注文いたしました。お好みですけれども、タンは塩の方がおすすめみたいです。私はタレを頼みました。お肉すごいリーズナブルなんですけれども、柔らかくて質が良くてすごく美味しかったです。圧倒的なビジュアル、牛タンは私のワンピックです。これは美味しいお肉を食べてもだえている時の私ですね。予約なしで来てる方は満席で断られてたので、事前の電話を強くお勧めいたします。こちらはカルビユッケジャンクッパーです。口コミで美味しいと言ってる方が多かったので注文いたしました。確かに美味しいです。合ってるかわからないんですけれども、鰹節みたいな和風の旨味も感じました。お肉の香りはミノにしました。ミノ大好きです。そしてここ1週間ずっと食べたかった馬刺しもいただきます。一人焼肉だと種類がいろいろ食べられないのはちょっと寂しいところですね。こちらはお肉の厚みが結構しっかりあるので、この時点でお腹は結構はち切れそうです。お会計は4000円ぐらいでした。次買わずに来るときは絶対またここに行きたいと思いました。ごちそうさまでした。旅行で訪れた際、河津町の川沿いでは夜間のイルミネーションを実施中でした。暗闇の中でこのピンクや白の桜の花弁が浮き上がっていてすごく幻想的な光景です。日中よりも混雑がやや落ち着いていて観光がすごくしやすかったです。桜はこの時期まさしく満開でした。いつ満開になるのかは正直自然のことなのでわからないんですけれども、たまたま良い時期に来られてよかったです。ホテルからはシャトルバスが出ていたので帰りは送ってもらいました。いい時期にいい旅行ができて本当に良かったです。ホテルに帰ってからは温泉に入り、部屋に戻ってから寝落ちをいたしました。夜中に波の音で目が覚めて、ふらっとテラスに出ました。そしたらですね、星がすごかったんです。見えますか？一面の星空とはこのことを指すんだなと思いました。あれが出ねばアルタイルベガかな。よく見たくて夜中2時にワンデーのコンタクトを開け直しました。伊豆宿泊の際はぜひ皆さんも楽しんでください。おはようございます。寝坊をいたしました。朝から日差しが眩しいほど溢れていて、もう部屋の中暑いくらいです。朝ごはんはビュッフェスタイルでした。ちょっと盛り付けのうまさのとかくは置いとくとして、干物があったり、伊豆食材を使った料理が多くて嬉しかったです。ご飯もわさび丼にしました。デザートはみかんゼリーです。静岡でみかんというとラブライブが出てきてしまうんですが、そこは一旦置いといて、ここのビュッフェは味も優しくて、個人的に大好きなビュッフェでした。ごちそうさまでした。ちょっと時間があるので、ホテル周りも散策しました。太陽がいっぱいで眩しいです。いい一日になりそうです。あとはチェックアウトしてホテルを去りました。ありがとうございました。そして、桜です。空色とのコントラストが眩しいです。
河津桜は色がはっきりしっかりしている印象です。目白でしょうか、鳥がたくさん集まっていて、鳴き声が春という感じです。この日はイベントを開催していて、餅つき中でした。この川沿いには約1000本ほどの桜の木が植わっているそうです。桜のピンク、空の青、菜の花の黄色の3色は春の三原色です。菜の花の香りもふんわり漂っておりました。そして伊豆はやはり水が美しいです。川もこの透き通る青です。河原に降りられるところがあったので私も降りました。もう癒されますね。春の穏やかな一日です。そしてこちらは河津桜の原木です。そして原木を眺めながらいただくオレンジジュースです。道端に落ちていたお花です。鳥がついばむとこうなるみたいですね。じっくりと2時間ほど桜見学を楽しみました。電車で近くの駅に移動します。ランチとお雛様を見に行く予定です。伊豆稲取駅に到着。ラランドのサーヤさんの絵がありました。ランチはこちら、伊豆と言ったらの一つ、金目鯛のお寿司です。あら汁にも金目鯛。これはちょっと贅沢したランチです。お通しは生牡蠣でした。うまうま。腹ごなしに海沿いを歩きたいと思います。なでしこ、なでしこじゃないか。伊豆稲取も河津桜が満開で、海沿いのここがすごく綺麗でした。柑橘類の無人販売購入しました。そしてこの坂を登った先が目的地です。スサノオ神社のひな壇飾りです。118段の階段にお雛様がずらっと並んでます。写真は並んで順番でした。後ろにもたくさんの人が並んでたのでサクッと撮りました。係の方が写真撮ってくれました。ありがたいです。そして金目鯛号を眺めながらゆっくりと帰路に着きたいと思います。こちらのお寺はお地蔵様が寝てる珍しい。帰りの踊り子も伊豆稲取駅から乗ることができます。気温は2月なんですけれども20度超えてたので上着はいらなかったぐらいでした。もうあったか幸せな1泊2日でした。東京に戻ります。ご視聴いただきありがとうございました。